皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。前回の動画で FCT65D 欲しいな、使ってみたいなと思った方、昔やってた星空の天文趣味を復活してやってみようかなみたいなね、ご年配の方とかもいらっしゃるでしょうし、ずっと天体写真やってみたかったけどよくわかんなかったから、やってみたいなみたいな、そういうカメラユーザー、ライトユーザーの方もいらっしゃると思います。そういう方向けの動画になります。高橋さんのスタンスとしては、わからないことがあれば、直営店のスターベースに問い合わせてねっていうのがあるんですけど、問い合わせるのもちょっと難しいっていう方いらっしゃいません？要は知識ゼロの状態で何から聞いていいかわからないから質問すらできないっていうことってあると思うんですよ。この動画を見て勉強してちょっと理論武装じゃないですけど、ちょっと知識を蓄えた上で、皆さんの楽しい天体ライフをですね、ご提供するために今日の動画を活かしていただければなと思います。撮影においては必ずこの赤道儀が必要になります。自動追尾、星を追いかけるシステムのついた赤道儀が必要になりますので、ここから下はまた別途必要です。間違っちゃいけないのは、ポータブル赤道儀とかは絶対使わないでくださいね。カメラやってる人ってほんとあるあるなんですけど、三脚とかは実装とかのすごいごっついのを使うくせに、なぜか、ちっちゃいポータブル赤道儀に3ニッポのレンズ乗せたりするんですよね。専用のしっかりした赤道儀を使ってください。その辺の赤道儀の相談は、ぜひスターベース東京さんに問い合わせていただければなと思います。今これ共闘バンドがついてます。はい。この共闘バンドは必ず必要なものになりますので、こちらご購入ください。お値段ここにちょっと書いておきますんで。はい。概要欄にリンク先があるんですけども、システムチャートっていうところを見てください。各用途に合わせてどんなアダプターが必要かっていうのが書いてあります。ですが、これ見ると最初、よくわかんねえってなると思うんですよ。なんですけど、ちゃんとね、見方分かればね、大丈夫ですから、私の本にも書いたんですけど、天体望遠鏡っていうのはですね、自由度が高いのが特徴なんですよ。普通のカメラのレンズね、これボディガチンってつければもうピンと出るじゃないですか。じゃないんですよ。天体望遠鏡の場合。写真撮るだけじゃなくて、目で見るっていうことも、含まれてきます。眼視と撮影、両方に対応するために、いろいろなパターンを想定すると、こういう風になるよねっていうような感じになってるんですよ。そこを理解するためにですね、一つ覚えていただきたいのが、バックフォーカスってやつですね。当該焦点距離とも言います。高橋ではメタルバックっていう言い方をしています。この天体望遠鏡のメタルバック、当該焦点距離は199ミリぐらいだったかな。一応、ホームページに書いてあるんですけど、ここまでが一応望遠鏡本体になって、ここからアダプターになるんですよね。199ミリ、大体これですね、20センチ、このぐらいの位置にカメラが来たり、接眼レンズが来たりすれば、ピントが出ますよっていうことなんですよ。なので、この 199mm に向けて、いろいろアダプターを組み合わせていくみたいな感じですね。アダプター組み合わせてきっちり 199mm 出ればいいってわけじゃないんですよ。やっぱピントリングっていうのがあるじゃないですか。ここを少し出して、細かいところはここで調整するっていう感じです。だからこのシステムチャートに書いてあるこの図は、このメタルバックを満たすために、こういう組み合わせだとメタルバック満たして、ピントが出るようになりますよっていう組み合わせ例なんですね。なので、この通りいけば大丈夫ですから。で、今回はこれ全部やりませんからね。基本的に眼視、それから、フラットナーを使った撮影、レデューサーを使った撮影、この3通りいきますんで、最初に何がついてるのかっていうのを確認しましょう。で、まず、46番 31.7 アイピースアダプターですね。このシルバーのところを回すと取れますから。目で見るときに刺して、ここ回すと固定されるっていう感じですね。はい。で、これを回すと、それが外れるようになっています。それが、ここから外れます。はい。これが 31.7 アイピースアダプターになります。続いて14番、アイピースアダプター接続管、長いっていうのがありますね。はい、こちらが、そのパーツになります。そして13番、51.8 スリーブですね。今、このネジをネジしましたけど、これネジするやつじゃないです。ここにネジ2つあって、ここにネジが2つあって、ここを緩めると、
取れます。これが 50.8 スリーブ。スリーブっていうのがね、なんて言うんだろうな、差し込みのことなんですよね。この接眼レンズもこの部分スリーブって呼ぶんですよ。次、罠上がります。71番って書いてるんですが、この71番は別売りです。71番 50.8 延長灯ってことですね。付属品にはないですよってことを、はい、覚えておいてください。はい、じゃあ71番の隣が70番ですね。50.8 アダプター FCT65D とあります。この部分ですね。はい、これをこう回します。はい、これが70番 50.8 アダプターです。次がカメラ回転装置 S というものになります。それがここの部分になりますね。こう回すんですけど、こう回すときにここ緩んでると、この回転灯なんでね、この回転装置なんでくるくる回りますから、ここ閉めて、あとドローチューブもしっかり閉まってることを確認してください。そうすると回りますんで。これはね、とても大事なパーツですよ。撮影の時は必ず使うパーツですかね。はい、こちらが、カメラ回転装置 S になります。その先にあるのが10番、接眼アダプター接続管、スカイ90。スカイ90って天体望遠鏡の型番なんですけど、まあ、流用してるってことなんでしょうね。最後の黒いこいつになります。はい。で、これでシステムチャート上のアダプターが全部外れたことになります。何が外れてどこが何なのかって分かんなくて、何このリングム沼ってなっちゃうんですけど、まあ、こうやってね、何がバラしてて、何がどういう名称なのかっていうふうに理解しておくと、後で問い合わせとかしやすいです。やっぱ店員さんと話すときとかは、このシステムチャートとか見ながら、何番、このパーツみたいな感じで商品名言うんですけど、やっぱこういう共通言語ね、それぞれにちゃんと名前と番号が振ってありますので、この共通言語を覚えておくと、電話で問い合わせしたときとかメールで問い合わせしたとき、すごくスムーズに話が、キャッチボールができますんで。じゃあ次は、フラットナーつけるパターンですね。このシステムチャートのところを、見てみたいと思います。まずは天体望遠鏡本体に、10番を作るということですね。10番接眼アダプター接眼管ですね。まず10番つけました。それから、カメラ回転装置 S、これですね。で、ここから、52番。52番ですね。これ別売り商品ですね。M55.9 延長灯 L30 という商品が出てきました。はい、それがこちらになります。これ別売りになります。これをつけます。そして 80N、次のシステムチャートのところでマルチフラットナー 1.4 倍いう風になってます。これですね。このマルチフラットナーをつけると、前回の動画で紹介した通りですね、周辺までもバリバリシャープでピーンとした製造になるっていう感じですね。このフラットナーをつけます。はい。次、87H とありますね。マルチ CA リング 65D ですね。65D。これもまた別に必要になります。まあ、こうやってやって、で、これ今、なんかリングすげえかましてるなと思うんですけど、多分このマルチフラットナーのね、ピント位置っていうか、それが、この位置じゃないと多分いけないと思うんですよ。だからアダプターでちょっと伸ばして、で、カメラとの距離もこれだけ必要ですよみたいな話になると思うんですよね。カメラマウント DXWR EOS 用をつけます。こちらです。キヤノン EOS 用ってね、やっぱり長らく使われてたマウントだけあって、天体望遠鏡の業界では未だに使ってます。やっぱね、こう汎用性が高いんですよね。なのでこれを取り付けます。はい。で、ここ EOS 用なので、今回ニコン Z をつけたいと思います。これは汎用品で大丈夫です。キヤノン EOS 用からニコン Z に変換するマウントアダプターですね。これは高橋さんでは販売されてませんので市販品で大丈夫です。電子接点のやつは使わないようにしてください。安いやつで大丈夫ですからね。さあ、これをつけました。はい。そしてこのニコン Z ですね。私のカメラが、つきます。はい、つきました。ネジを緩めると回転できますから。はい。回転装置がついてます。だいぶね、ちょっとリアヘビーになりますよね、ちょっとね。ここ緩んでると大変なことになるんで、しっかり締めましょう。締めすぎ注意です。アダプター外れなくなったりとかするんで締めすぎ注意です。とりあえずこれでフラットナーをつけた、組み合わせは完成なので、次はレデューサーの組み合わせ例をご紹介したいと思います。はい、ということでですね、また元に戻しました。上にあるこいつらが、付属のアダプターたちになりますね。ついにこいつを
つけてみようと思います。はい。システムチャートは、この一番下ですね。一番下が 65DFU レデューサー 0.65 のシステムチャートになります。これを頼りにやってみましょう。まあ、ここまで来ると、結構大体分かったんじゃないですかね。なんかよく分かんねえな、ごちゃごちゃしてんなと思っても、すべてシステムチャートが教えてくれるんですよ。なので、こいつを頼りにして、自分がやりたいことはどれなのかなみたいな感じでやっていけばいいっていうことですね。で、この FU レデューサーですね、ちょっと付け方が特殊なんですよ。で、これに関してはですね、高橋さんも動画を出してくれています。この FU レデューサーの取り付け方っていう動画を出してますんで、それは概要欄にリンク先貼っておきます。そちらもぜひ見てみてください。システムチャート見てみると、この共闘本体からいきなりこの FU レデューサーをつけてくださいっていう風になってますね。最初にやらなきゃいけないのが確かこれ外すんだよね。おっとっとっと。最初にここの FU レデューサーのここについてこのリング外してください。こういう風に入れるんですが、これがね、私、撮影地でね、最初フラットなり撮影してレデューサーで撮影しようとしたら入んなくて、諦めたっていう経験があるんですけど、YouTube の解説動画でも、なるべく水平を確保して入れてくださいって書いてあるから、結構タイト、きっちりなきゃいけないなと思う。だからね、私ね、まだこのレデューサーで実は作例取れてなくて、また別に動画作んなきゃなって思ってるんですけどね。はい。このレデューサーはかなり売りみたいなんでね。これが FU レデューサーについてた、リングです。で、次に、カメラ回転装置 S をこの後つけます。カメラ回転装置 S。で、次が、19。CA35、FURD、これ FU レデューサーですね。つまり FU レデューサーに最初ついてたリング外したじゃないですか。これを次につけるってことですね。これをつけます。で、次が、カメラマウントなんですね。この EOS 用の、カメラマウント DX。これをつけます。あとは同じですね。マウントアダプター。EOS 用から、ニコン Z 用のマウントアダプター。赤いのはどこだ？あった。はい。こいつをつけまして、そして、ニコン Z のボディをつけます。これで完了でございます。最もこの重心が中心に寄った状態で撮影できるのはこの FU レデューサーの組み合わせですね。で、これで 260mmF4 での撮影が楽しめるということですね。はい、ということで FU レデューサーをつけた時の、組み合わせ例は以上になります。で、今回、眼視観測、目で、接眼レンズで天体観測をするという時におすすめなものとして、眼視観測の時おすすめをしたいのが、ここからこう来て、ここに行って、この天頂ミラーっていうのを使って、接眼レンズを使うっていうのが、おすすめです。京都本体から10番の接眼アダプター接続管。中にゴミ入んないようにしてね。中はほんと空洞でレンズががっつり3枚、フローライトのレンズ入ってますからね。6S カメラ回転装置。70番の 50.8 アダプター FC65D。ここから、線がね、71に行かずに線がクロスしてますよね。これ上に行きます。そして74番ですね。天頂ミラー 50.8 カッコ 31.7 アダプター付きですね。それがこちらになります。で、これね、付属品ではありませんので、これは改めてご購入いただかなければいけないです。これを使うと、これ L 字になってるんで、上から覗けますから、さらにで天体望遠鏡を見せたときに、楽な姿勢で見れるっていうのが特徴です。はい、こっち側を外して、回転装置ですね。ネジ2本ありますんで、これ緩めて、はい、で、これでスリーブを差し込みます。これ L になってるんで、なんていうか、当該焦点、メタルバッグをこう伸ばすこの分上に振ってるっていう感じです。はい。そしてその次は、もう、接眼レンズつけちゃっていいんですね。だからここにある3つのパーツは、今回は眼視観測の時は使いません。これを外して、これ TPL25 っていう接眼レンズですね。これをこういう風に差します。で、メタルバッグ的には、こっからここまでで、まあ、だいたい約11センチぐらいですか。
で、ここにレンズ入ってるからさ、7、8センチなのかな。だから多分、この状態でピントリングを少し出せば、これぐらいでもうピントが合うよっていうことになります。今差し込んだレンズ、これが接眼レンズがですね、これがアメリカンサイズっていう風に言われるやつです。31.7 ミリっていう、今一番、汎用性の高いというか、統一規格のね、接眼レンズの規格です。このワンサイズ上の 50.8 で観測できますよって歌ってるのが、やっぱこの FCT65D のすごいところで、ホームページも書いてますけど、写真だけじゃなくて、眼視性能にもこだわりましたって言ってるところがここなんですね。50.8 のアダプターをつけるときは、この天頂ミラーのこの部分ですね。ここをこうやって外します。ちょっと接眼レンズも先に外しましょうか。そうすると、このアダプター外れるからこうやって。でーん。この 50.8 の、接眼レンズ大きいですね。これを、つけることができます。おおすごい。なので、眼視観測をする方はですね、追加の機材として、この天頂ミラー、それから接眼レンズが何かしら必要だよというお話になります。はい。では、今、ずらっと接眼レンズが並んでおります。全部、私も試せてませんが、これの3本はちょっと特殊なやつなんですよね。TPL っていう接眼レンズになります。TPL6mm、9mm、12.5mm、18mm、うんぬんかんぬんみたいな感じで、一番今大きいのが 50mm なんですけども、書いてある数字、焦点距離です。この焦点距離の数字が大きくなればなるほど、倍率が低くなります。倍率の計算式は、天体望遠鏡の焦点距離割る、この接眼レンズの数値になります。400mm っていうのは、眼視をする天体望遠鏡としては非常に焦点距離が短いです。なかなか倍率が上げづらいです。はい。一番この TPL のシリーズの一番高い 6mm でも、まあ60倍ぐらいだったよね。なので、そこで登場するのがこちらの TOE というシリーズです。これですね、めちゃめちゃ高性能な接眼レンズで、焦点距離が 2.5mm、3.3mm、4mm ですね。と3種類出ています。で、これ数字がすごい小さいので、めちゃめちゃ高倍率になるっていうことです。参考までに 400÷2.5mm だと、160倍ですね。っていう感じなんですね。で、こういうですね、高性能の、要は、焦点距離の短い高倍率の接眼レンズっていうのは、天体望遠鏡の性能が良くないと使えないんですよ。で、大体ですね、おすすめの、初心者の人がおすすめする倍率としてはですね、50倍、100倍、150倍っていう3段階かな。50倍で、月が見れます。で、100倍で、ちょっと拡大した月が見れて、惑星も見れます。木星の縞模様とか、土星の輪とかも見えるようになります。で、150倍あると、惑星用になりますね。惑星が結構大きく見える。土星の輪とかが大きく見えるみたいな感じになるんですよ。3段階あるといいですよと。生地その FCT65D の性能がいいだけに、接眼レンズもやっぱいいやつ選びがちですね。これ沼なのはこれすごい沼ですね。あと、ちょっと触れませんでしたが、この天体望遠鏡、ここにですね、ファインダーがつけれます。例えば50倍の倍率で空を見たときに、いきなり月を入れたり惑星を入れたりって結構厳しいんですね。なので、低倍率の望遠鏡をここにつけて、まずはそれで視野に入れてから、大まかに視野に入れてから望遠鏡本体で見るみたいなやり方をするんですけども、その、ファインダーもですね、別売りで用意されてますので、そちらもご購入いただくといいと思います。いや、こうやって説明するとやっぱ沼だね。共闘本体が16万とは言っても、こうやって次から次へとちょっと加算されていくみたいな感じがありますよね。はい、いかがでしたでしょうかやっぱ大変ですね。ちゃんと説明するとね。なんですけど、私も頑張って、説明動画作ったので、この動画皆さんのお役に立つことを祈っております。天体望遠鏡ってね、本当なんていうかフレキシブルだし、やっぱり、お世辞にも簡単なものではないんですよ。なので、最初はつまずくこともあるかもしれないんですが、今ってこうやって、もう私だったりとか、スターベースさんだったりとか、誰にでも聞ける環境っていうのが揃ってる時代なので、私が星始めた時と比べるとですね、情報量が圧倒的に違うんですよ。なので、そういった恵まれた環境になってるのは間違いないので、根気強くですね、星空の撮影を楽しんでいただければなと思います。それではですね、
最後になりますが、この高橋の FCT65D、レビューをご依頼いただいた高橋さん、ありがとうございました。今回の動画ですね、すごい私としてはプレッシャーを感じてて、実はもう何回も撮り直してるんですよ。花粉症でちょっとダウンしてたっていうのもあるんですけど、だから結構ね、動画制作まで長い時間をいただいちゃったんですね。そこをですね、待っていただいてありがとうございましたっていうことと、この名門メーカーの高橋がですね、私みたいな、YouTuber、一応肩書きは写真家ですけども、私みたいな YouTuber ですよ。に、うちの商品を紹介してもらえませんかというですね、ご依頼をいただいたこと、覚悟を感じました。高橋ってやっぱり天体望遠鏡業界ではすごく有名なメーカーですけど、以前の動画でも言いましたけど、今中国メーカーが結構席巻しててね、なかなか勢いがある状態なので、そんな中で、私みたいなやつを使ってですね、PR してもらおうという発想になったっていうことが、やっぱり高橋さんがこう変わろうとしているっていうか、もっともっとうちの商品をいろんな人に使ってほしいなって、間口を広げたいなっていうふうに考えているっていう証拠だと思うんですよね。だからそれを考えるとですね、すごく責任のある仕事をいただいたような感じがして、私にすごくプレッシャーでした。その結果、ちょっとね、動画の公開が遅くなっちゃうんで、そこは本当申し訳ございませんでした感じだったんですけど、なんか皆さんもね、そういう、高橋が、そういう気構えでやってるぞということで、この動画を通じてですね、高橋っていうブランドのそのイメージもアップできればなって私は思ってるんですよ。こういうことはあんま言わないんですけど、本当にそう思ってるので、今こそ高橋って言いましたけど、高橋製品に、もう一度ですね、こう注目していただいて、ちょっと使ってみようかなと。高橋応援したいなみたいな人が、増えると私は嬉しいです。はい。あと最後にね、宣伝になるんですけど、私、オンラインサロンをやってまして、そこのオンラインサロンでは、星空の撮影とかタイムラプス撮影とか、そういうのをディープに学ぶっていうことを、やっているんですけども、その熟成の中にはやっぱり成形写真からスタートして、天体写真始めたいんですっていう、これから始める、今始めましたみたいなライトユーザーの方から割としっかりと天体写真をやってるっていう方まで幅広く、在籍していらっしゃいます。で、私ももちろん何か質問あったら返しますし、そういったですね、いろんな幅広いユーザーの方からアドバイスいただくっていうことができるので、もし学ぶ場に迷ったら、ぜひ、当サロンにもですね、参加していただければと思います。ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけねー。したっけしたっけ